毎日夜行ロシアの戦略目標。ウクライナのこうした戦略爆撃は大きな効果を生み出しています。それはロシア経済に対する打撃を与えるだけではなく、国際的な支援を引き出すための外交カードにもなっているのです。その効果が最もわかりやすく現れているのがアメリカのトランプ大統領です。アメリカのトランプ大統領の見事な手のひら返しがウクライナに対する支援を引き出しています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦場で起きていることが国際政治にも大きな影響を与えます。そして良い循環を回していくことがウクライナにとって状況改善に必ずつながっていきます。まず最初に取り上げるのはアメリカのトランプ大統領の手のひら返しから。トランプ大統領は就任時にウクライナに対する支援をやめますというような話をして実際にやめました。基本的に行うのは情報支援だけにとどまり、それ以外については武器の販売は認めるし、その販売した兵器や弾薬類などをウクライナに渡すことについては許可するという程度の支援にとどめました。現場においてはウクライナに対する情報支援は継続していましたから、ウクライナ軍の遠距離攻撃に非常に役立つ情報を非常に多くもたらしたとされています。ただしそれはトランプ大統領の意向というよりも現場の判断だったでしょう。なお、アメリカの議会においては、トランプ大統領の側に立っている共和党の議員も、ウクライナ支援は行うべきだという考えを示している人は多く、決してアメリカの総意として軍事支援が途絶したわけではありません。そのトランプ大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と首脳会談を行い、防空用の兵器パトリオットミサイルのライセンス生産についてウクライナに対して認めるという発言を行いました。これはウクライナにとって弾道ミサイル防衛というものが非常に重要だからです。というのもロシア軍の大型ドローンや巡航ミサイルに対してはウクライナ軍は非常に有効に迎え撃っています。特に大型のドローンに関しては迎撃率が長いこと 90% 以上保っており、ロシアにとっては攻撃をいくら重ねたとしても常に費用対効果が悪いという状態が生み出されています。大型のドローンはミサイル攻撃などに比べれば安価です。その分大量投入できるわけですが、ウクライナ軍の迎撃ドローンはさらに10分の1以下の価格でこれを迎え撃っているために攻撃すればするほどロシア側の費用の方がかさんでくるというわけです。一方で弾道ミサイルはこうした安い価格の兵器で迎え撃つといったことがほとんど不可能です。何しろ圧倒的な高速で飛翔してくる弾道ミサイルを迎え撃つのに安い価格で簡単にというようなお手軽な対応策というものがないからです。西側から供与されたパトリオットミサイルシステムが迎撃の中心であり、それ以外にはちょっと手段がありません。ミサイル一発一発の値段も高いですし、むしろ今はそうしたお金よりもさらに問題となっているのは生産能力です。パトリオットミサイルは日本にも配備されていますが、航空機に対する対空ミサイルと、もう一つは弾道ミサイルに対する対応能力のあるミサイルに分かれます。特に弾道ミサイルを迎え撃つために必要なのが PAC-3 ミサイルで、これはロッキード・マーチン社の製造となっています。ライセンス生産が認められている日本やドイツにおいても、大量に生産できるかといえばそういったわけではありません。なぜならば、非常に中枢部分の製品などについては、アメリカ以外の国で生産すること、それ自体を認めておらず、どうしてもアメリカ本国の工場でしか作られていないものがあるからです。例えば、量産する上で非常にネックとなっているのが、シーカーと呼ばれる部品で、これはボーイング社の製品です。そのため、パトリオット PAC-3 ミサイルについては、1日わずか2発しか製造することができません。しかも中東情勢の悪化に伴ってアメリカ、イスラエルがイランを攻撃した際にはイラン側から中東湾岸諸国に対して大型のドローンシャヘドがばらまかれました。これに対応するために中東湾岸諸国が迎撃ミサイルとしてパトリオットミサイルを非常に対応しましたから、これらの国々から補充するための注文も殺到しています。ですから今ウクライナに対してライセンス生産を認めると言ったとしても、今すぐにロシア軍の弾道ミサイルを防げるパトリオットミサイルが一気に量産できるというわけではありません。だいたい年単位で2年3年の時間は最低でも必要だろうと言われています。ですからトランプ大統領のウクライナに対してパトリオットミサイルのライセンス生産を認めるという話は従来からの
姿勢の転換ということを評価することはできたとしても、今現場で起こっているロシア軍の弾道ミサイルを今すぐ防げるようになるというような対策ではありません。ただし、政治外交上においては非常に意義は大きいものです。これまでのトランプ大統領は基本的にはロシア側に立って外交交渉を行っていましたから、明らかにその姿勢が変化したのです。特にここ最近、ウクライナが力を入れている戦略爆撃は、トランプ大統領も認めるという話をしました。従来バイデン政権時代には、ロシア本国への攻撃については非常に慎重な見方を示しており、ウクライナ軍の攻撃作戦についても、なるべく静止をかけるようなことをしていたと言われています。それが現在の状況を見てトランプ大統領がやったらいいじゃないかというような話をしたものですから、ロシア側の反応は非常に過敏なものとなっています。ロシアの大統領報道官ペスコフ氏は、アメリカがロシアのエネルギー施設攻撃を容認した何たることだと非難の言葉を挙げています。またパトリオットミサイルのライセンス生産の話について言っても、トランプ大統領は和平交渉を推進する立場にありながら、ウクライナに対して肩入れをして和平交渉を台無しにしようとしていると非難を行っています。そもそもロシア側に和平交渉の意思がないのは明らかなのですが、ロシアの嘘というものは非常によくある光景です。そしてこのようなアメリカの態度が続けば、ロシアは緩衝地帯を広げるためにもっともっとウクライナの領土を占領しなければならないと言っています。またしてもここでも嘘が混じっています。ロシア側は自国の防衛を大事にするために緩衝地帯を設けたいと話をしています。しかし一方において占領地域についてはここはもはやロシアの領土だと言っているわけですから、緩衝地帯は全くありません。ロシアの領土だと言った瞬間、ウクライナと常に領土が接している状態で、決して緩衝地帯は生まれないのです。これがまさに矛盾というものです。ちなみにロシアがもう一つ苛立っているのが、アメリカによるヨーロッパに対する長距離ミサイルの配備計画です。これまでトランプ大統領の意見はコロコロ変わってきました。その中の一つが、ドイツに対する部隊配置を見直す。この話については、兵員を減らすであるとか、長射程のミサイル部隊を置くか置かないかの話で二転三転してきました。ここに来てトランプ大統領はドイツに対して長射程のミサイル兵器であるトマホークミサイルの配備を行うことを決定したようです。ドイツのメルツ首相が配備計画が進んでいることを発表しました。これもまたロシアにとっては予想外かもしれません。ちなみにパトリオットミサイルのライセンス生産ができるかもなという話になったウクライナは、すでに生産を行っている日本やドイツとの協力関係を深めようとしています。日本の場合だと三菱重工がパトリオットミサイルの製造を行っており、協力関係を深めていくかどうかは日本政府側の了承が必要です。この関係については私は進めるべきだと思っています。なぜならば、今、パトリオットミサイルというのは弾道ミサイル対策に必要ですよという話をしました。他にもっともっといろんな兵器があって弾道ミサイルなんていくらでも防ぐ手段があるというのであれば問題ないのですが、現状他に選択肢がありません。ですからアメリカ、日本、ドイツだけではなくウクライナに製造拠点があれば、もしも日本に何かがあってパトリオットミサイルがもっともっと必要だという時にウクライナ発注するという未来があり得ます。次にウクライナを支えるお金の話。戦争が長期化することによって一つ大きな問題が発生します。それはお金の工面をどうするかです。ロシアの場合だと天然資源として石油や天然ガス、ウランなど様々なものが取れるわけで、これらを輸出すればお金を稼ぐことができます。一方でウクライナはそうした世界中にどんどんと売りまくれるというようなものが基本的には穀物しかありませんから、経済力という点ではロシアの10分の1にとどまっています。だからこそこの国力差を生かしてプーチン大統領はウクライナを圧倒できると考えたわけです。ところが今、ロシアの国家の柱を支えている石油はまさに戦略爆撃で大ダメージを受けつつあり、一方でウクライナは外部からの支援を受けることによってこの国力差をひっくり返そうとしているわけです。NATO 加盟国、アメリカを除いた国々からの支援として26兆円の支援といったものが決まりました。これは今年と来年における話で、継続的な支援が決定。従来、ヨーロッパの中においては、ハンガリーというまさにロシアの代理人のような行動をしている国があったのですが、オルバン首相が政権を失い、こうしたロシアの代理人として活動する国が減少したのです。
それによってウクライナに対する軍事支援は非常に円滑なものとなりました。資金面の目処が立ったウクライナは少なくとも現状かもしくはそれプラスアルファの攻撃といったものをこれからもロシア本国に行うことができるわけです。それでは次、今度は産油国ロシアの衰退について取り上げておきましょう。ロシア国内における生成施設が次々と破壊されているニュースを何度となく取り上げてきました。すでにロシア西部における主だった製油所についてはその全てが攻撃を受けたことになります。施設の被害状況についてはそれぞれの施設で異なっていますが、おおむね生成能力は 25% 前後が失われたと考えられています。これによって失われたのが生成済みの燃料を輸出する能力です。ガソリンやディーゼル燃料、航空用燃料、これらについて輸出を一切行うことができなくなりました。海外に売るだけではなく自国の分を賄うこともできなくなったというのが今の深刻な燃料危機問題です。従来はガソリンや航空用燃料の話だったのですが、これにディーゼル燃料の輸出禁止も加わってきました。状態がより悪化していることを示しています。こうした状況を反映しているのがインターネットの検索状況で、ウクライナ軍の攻撃があちこち行われるものですから、自家製のガソリンはどうやって作るんだろうといったような検索をしている人もいるようです。劣悪な燃料を作るという方法はあるわけですが、基本的には事態があまりにもひどくて、藁にもすがる思いでの検索と言えるでしょう。また、供給能力があまりにも足りないものですから、値段はどんどんと上がっています。ロシア国家統計局はガソリン価格が5週間連続で上昇していることを発表しました。いずれこのような苦しい内情を示すデータについては非公開に変わるものと見られています。また表立った価格の上昇に伴って買い占めや転売、闇価格の上昇といったものもさらに続いていると言われていますから、内情はもっと悲惨なものでしょう。こうした大型の石油精製所が攻撃を受け続ける問題に対してプーチン大統領は一つの解決策といったものを示しています。それが大型の拠点といったものが限られているからウクライナ軍の攻撃を受けた際の影響が大きくなってしまう。それならばウクライナ軍が攻撃しきれないような小型の製油所といったものを大量にあちこちに作ればウクライナ軍も全てを破壊し尽くすことはできないだろうというような解決策です。これを聞いたプーチン大統領の支持派はなんて素晴らしい意見なんだろうと一応言っているらしいのですが、基本的にこの政策は行き当たりばったりな失敗政策に終わるでしょう。なぜならばそもそも大型の施設に集約してきたのはそうすることによって効率性を上げてきたという論理的な理由から起こってきた事実です。それを小型の製油所にどんどんと分散化というのを進めていくとどんどんと効率が悪くなっていきます。原料を運んでいくのもそうですし、出来上がった製品を運ぶのもそうですし、さらには生成における余計なものを除去するための施設についても各拠点に全部作らなければならないわけですから、初期投資は非常に大きく、維持メンテナンス費も高くなりますし、さらにはろくでもない業者も混じることによって品質の不安定化といったものも発生するでしょう。環境汚染もどんどんと各地に散らばってしまうというような問題も発生しかねないものです。初期投資にかかる費用を誰が負担するのかといった問題も当然燃料価格に悪影響をもたらすでしょう。そして小型の製油所にしたから問題が解決したと喜んでいるところに、そもそも年月がかかっていればその分ウクライナ軍の攻撃能力が上がっているでしょうから、作った橋から攻撃を受けるというような事態へと発展すれば、お金を投じて作ったんだけれども稼働する前に破壊されたというような小型製油所がどんどんと出てくるかもしれません。そして現在ロシア軍占領下における最も燃料危機が深刻な場所がクリミア半島です。2014年のロシア軍侵攻以来占領下にあるクリミア半島、現在ではウクライナ軍の締め上げといったものを受けています。北側から入ってくる道路や橋などについてはウクライナ軍が攻撃を繰り返し行い、民間業者はこのルートでの輸送といったものを断るところが増えています。一方で南側からの輸送だけではクリミア半島全体に対する供給は圧倒的に不足しており、燃料の一般販売そのものが停止されるという異常事態に発展しています。そこでプーチン大統領が解決策として行ったのが燃料の船による大規模輸送です。ロシア国内の近場の輸送に適した小型船舶などを使って燃料を大量にクリミア半島に送り込んでいけば、
従来の燃料不足も解決するだろうみたいな話です。ところがここに大きな問題がありました。すでに船の航行ルートであるアゾフ海はウクライナ軍の索敵範囲に入っており、ウクライナ軍の大型ドローンが次々と襲来したのです。ロシア側の防空艦は存在しなかったと考えられていることから、わずか4日間に38隻の船が攻撃を受けました。大型ドローンの破壊力は決して船そのものを大爆発させるような威力はありません。しかし、操舵室を中心として攻撃を行えば、船の操船能力は大幅に減少。操舵不能になった船は漂流するばかりで、実質的に燃料を運ぶという任務を果たすことができなくなります。しかも短期間にこれだけの船が攻撃を受けたわけですから、修復の能力は圧倒的に上回っているでしょう。その結果として起こったのが、クリミア半島全域における大停電です。一部地域においては、輪番制の停電といったものが行われているのですが、ひどいところだとこの4日間ずっとひたすら停電状態が続いていて、全く復旧しなかったという地域もあるそうです。さらには、電力が止まるだけではなく断水している地域も発生しています。電気が止まると水が止まるというのは、これは水道局の施設そのものも電気で動いていますから、停電が長引いてしまうとどうしても水を送る能力そのものも失われてしまうのです。自家発電である程度持っていたところもあるようですが、基本的にはその燃料を補給することができなくなったがために、自家発電そのものも止めざるを得なくなったというわけです。クリミア半島における経済活動は大幅に減少し、多くの人々はプーチン政権に対する無力さといったものを批判するようになるでしょう。なお、ウクライナはこうした締め上げ作戦を行うのにあたって、2014年以降に入植してきたロシア人たちに対して、ここはウクライナの土地なんだからさっさとこの機会にロシア本国へお帰りくださいという話をしています。そのためにロシア本国とつながるクリミア大橋については攻撃は行っていません。というわけで現在の状況をまとめると、ウクライナ軍はロシアに対する戦略爆撃を非常に有効活用し、ロシアの国家収入を奪い、ロシア国民の足を奪うことによる経済の停滞といったものも引き出しています。こうした状況といったものが明らかにウクライナ軍の反撃能力の高まりを証明するものであり、これによってアメリカのトランプ大統領のように、なんかこれだったら勝ち馬に乗れるなみたいな、そんな人も生み出しているわけです。トランプ大統領のように、コロコロと意見の変わる政治家といったものは、この後実際どこまでウクライナを支援するかは分かりません。少なくともロシアに対して味方しなければ、それだけでも十分ウクライナにとっては状況の改善とも言えるわけです。そしてヨーロッパの国々はロシアのプーチン大統領が侵略をやめる気がなさそうだなというのを見て、基本的にはウクライナに対する支援を行うことイコール、それがロシアの国力を下げてヨーロッパ全体の脅威を下げることにもつながるというこの構図そのものに対して投資を行っています。ヨーロッパの国々の中においては、ウクライナに支援するための兵器生産などは基本的にはヨーロッパ域内で収めるべきだというような意見が非常に強くあります。つまりお金は投じるんだけれども、その雇用効果といったものはそれぞれの国で発生し、決して無駄になるわけではない。しかもそれによってウクライナに支援を行えば、ロシアの脅威を減少させることができるという構図というわけです。また、ウクライナの弾道ミサイル対策、今すぐ解決することができなかったとしても、殴り返せるようになった状況といったものは、2026年以降ずっと続けることができるわけなので、これは状況の改善というのは間違いなく発生しています。そして、ウクライナ軍が今、戦略爆撃の中心としているのは石油関連施設なわけですが、いずれは軍需関連施設に対する攻撃を毎日のように行い、そしてそれらの攻撃能力がどんどんと上がってくるということは当然考えられるわけです。今すぐ問題を全て解決することは当然できないわけですが、少なくとも長期的な作戦というものは明確に示される通り、それらはロシアにとって非常に手痛い打撃を与え続けるものとなるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウクライナ情勢関連の話題というのはなかなか詳細を取り上げてくれるような地上波のニュース報道などはありません。ですので、私自身も全く気づいていないような情報なども多くあるでしょう。ぜひとも取り上げてほしいなという話題があれば、コメント欄に書き込みをお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもお忘れなく。
それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。